ご視聴ありがとうございます。今回は日本で唯一の複々線に迫ります。地下鉄が高架で並ぶ光景ができた事情と意外な建設費は似ているようで異なる2つの駅を解説します。建物に描かれた謎の壁画の正体とは一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは横浜市営地下鉄ブルーラインのあざみ野行き列車です。この路線は横浜市営地下鉄の2路線のうち先に開業した方。市の北部では後から開業したグリーンラインと乗り換えられる駅が2つあります。次がセンター南駅。先ほどの路線図に映っていたグリーンラインと乗り換えられる駅の一つです。乗り換え案内ではブルーラインとグリーンラインが並行している様子も描かれています。センター南駅の手前で両線が交差しているように見えます。駅の1キロ余り手前で線路が右カーブになり、そのまま高さを下げていきます。高架のまま駅に着くのではなく、一旦トンネルに突撃し、その後もガンガン下り坂です。この下り坂は31パーミルという勾配です。1キロ進むと31メートルの高低差が生じる勾配を意味しており、一般の鉄道としてはかなり急な部類です。トンネルを出ると奥にグリーンラインの線路が見えます。一瞬だけ高架線を走ってからセンター南駅に到着です。ホームがあるのは地上2階。あれだけ下り坂で線路が高さを下げたのに、地上はもっと高さを下げていたのです。ここは地下駅ではありませんが、上に建物があるためホームが結構暗いです。ホームの前寄りに進みます。この駅の階段エスカレーター、エレベーターはいずれも上の階層につながっています。高架駅の場合、1階に改札があり、ホームがその上にある構造がメジャーですが、この駅は違います。ブルーラインの車両は1両あたりおよそ18メートル。6両編成全体ではおよそ106メートルです。ホームの一番前に到着です。この右側で並行しているのがグリーンラインの線路です。ホームの端からは隣のセンター北駅が見え、背後には高くそびえるビルもあります。グリーンラインの車両がやってきました。同じ6両編成ですが、ブルーラインは線路の横から電気を取り入れるため、線路の上には何もないのに対し、グリーンラインは架線から電気を取り入れるため、線路の上には架線を支える柱があります。また、グリーンラインの車両はブルーラインより一回り小さく、6両編成でも94メートル余りしかありません。仕組みが根本的に異なるため、直通運転はないほか、線路も完全に独立しています。同じ横浜市営地下鉄なのに、あえて異なる規格なのが気になります。ホームを引き返し、改札階へ上がります。高架のホームのさらに上に改札がある理由が、上に行けばわかるでしょうか。改札はこの左奥にあり、その手前でグリーンラインへの通路が分かれます。一旦改札の外に出ます。この右後ろには、地上とを結ぶ階段エスカレーターがあります。地上3階から直で地上まで降りるだけに、見た目も迫力があります。あの奥からも駅の外に出られますが、メインの出口はこの後ろ、駅の南側です。そして出口の手前には、これ見よがしに7段の階段が、まだまだ高さが上がります。駅を出たところの様子がこちら。地上1階の高さにあった地面は、駅の南では地上3階よりも高くなります。そしてこの奥でも、地面が上り坂です。センター南と隣のセンター北駅が開業したのは1993年3月。新横浜あざみ野間 10.9 キロの開業に伴ってできた駅です。なお、99年8月には戸塚湘南台間が開業し、今のブルーラインにあたる路線が出来上がりました。そしてこの区間では横浜市北部で開発されていた港北ニュータウンへのアクセスが重視されていました。この辺りは起伏に富んでいた一方、エリアの中央には川がおおむね東西に流れており、この周辺が他より低くなっていました。両駅の間が高架線になっているのは、それが理由です。この時開業した区間の地形の断面図を見ても、ここが前後に比べて低くなっているのがわかります。ちなみにこの区間、当初は両駅周辺以外、すべて地下にする計画でした。ところが、ニュータウンのアクセスを早く確保する必要があった一方、
当時国や自治体の財政状態が厳しく、早期に免許を取得するには建設費の削減が必要となり、計画の見直しが決定。工法の見直しによって、工事費は総額777億円、およそ 33% 削減されています。最終的に、地上と地下を織り交ぜた複雑な線形が出来上がりました。センター南駅の隣にある中町台駅では、一方では高架線を爆走する列車を、もう一方では地下から出てくる列車を撮れます。ブルーラインが開業した当時、すでにグリーンラインの計画も存在していました。そのため、ブルーラインの線路の東側には、グリーンライン用に確保した土地がありました。撮影時期を進めると、グリーンラインの高架橋が出来上がっていく様子もわかります。そして先ほど触れた通り、グリーンラインは、ブルーラインとは規格が違います。同じ横浜市営地下鉄であれば、同じ規格を採用して、ついでに線路もつなげた方が、車両のメンテナンスや運用に有利です。そうしなかったのには、複数の理由があります。一つ目が、グリーンラインが横浜市近郊を環状に結ぶ路線と位置づけられ、既存の路線との直通ではなく、それらとは独立した運行形態を前提としたことです。この路線、横浜近郊の路線をうまくつないでおり、全線開業していたらそれなりに便利な路線になった気もしますね。結局路線は環状にならず、開業したのはグリーンラインに当たる区間だけですが、役割は今も同じです。二つ目が、その性質上、都心と郊外を結ぶ路線に比べ、輸送量が少ないと見込まれたことです。将来輸送需要が増えても、十分間に合うと試算されました。三つ目が、急勾配への対応です。一般の鉄道車両は、モーターで車輪を回転させ、レールとの摩擦を利用して加減速します。これだと、急すぎる勾配には対応できないほか、車輪がスリップするなどの欠点もあります。グリーンラインはリニアモーター式と呼ばれる駆動方式で、線路の間にあるリアクションプレートが、モーターの機能の一部を肩代わりします。このリアクションプレートと、車体側の部品との間で生じる磁力で加減速する方式で、車輪とレールの摩擦に頼らないため、急な勾配でも対応でき、スリップともほぼ無縁です。グリーンラインで最もきつい勾配は、驚きの58ミル。これは国内の地下鉄では最も急で、ブルーラインの最大35ミルとはレベルが違います。グリーンライン沿線の起伏の激しさは、リニアモーター式地下鉄でなければ太刀打ちできません。そして4つ目が、建設費の削減です。グリーンラインが着工した2001年から開業した2008年、市の財政は厳しく、建設費削減の要請が高まっていました。リニアモーター式地下鉄は、その構造上床面の高さを下げられるのに加え、車体そのものを小さくすることで、トンネルを小さくできます。また、架線から電気を取り入れる方式は、円形断面のトンネルにうまく合わせる効果もあります。現在、国内のリニアモーター式地下鉄はいずれもこの方式です。これらの理由が重なり、リニアモーター式のミニ地下鉄となったグリーンライン。二つの路線が並走しつつ、線路がつながらない光景は、このような事情によって生まれたものです。グリーンラインの開業に先立ち、ブルーラインのホーム番号が12から34に直されています。ここから似ているようで異なる2つの駅の内外を順番に見ていきます。グリーンラインのホームに向かいます。床の仕上げが異なり、あちらの方が後付けなのがわかります。この上にはとんがった窓があり、光を取り込めます。この窓、後でまた出てくるので、覚えておいてください。グリーンラインのホームの手前では、通路から地上階を見下ろせます。高架線にあるホームのさらに上だけあって、迫力満点です。また、この右横からは、並行する両線の線路が見えます。両線は直通しておらず、規格も異なるため、複々線とは違いますが、地下鉄2路線が高架で並走する、国内でもとても珍しい光景です。エスカレーターを降りて、ホームに到着です。建物が上にかかっていたブルーラインのホームとは違い、こちらは光が差し込んで明るいです。やってきた日吉行きは4両編成。先ほどの列車は6両編成だったのに対し、2両少ないので混雑します。グリーンラインの建設当時、ミニ地下鉄方式にしただけではコスト削減の圧力を跳ねのけられず、すべての列車が4両編成にされました。6両編成は昨年9月に運行を開始したもので、
確保していた2両分のホームをその前に仕立てたため、床の仕上げやホームドアが違います。朝ラッシュの混雑が激しくなっているグリーンラインの特集は、また別の動画です。グリーンラインはすべて各駅停車なのに対し、ブルーラインには快速もあります。ただし、快速はこの辺りでは各駅に止まります。ブルーラインとグリーンラインは、両方とも日中1時間あたり6本ある一方、発車時刻は数分ずれており、列車が並走する光景を見るのは難しそうです。2つの線路を方向別に並べ、同じホームで乗り換えられるようにできれば便利そうですが、コストも余分にかかる上、グリーンラインの使用も未確定だったのが要因なのか、そうはなりませんでした。センター北駅へ向かいます。駅間距離は 0.9 キロしかなく、標準所要時間は1分です。線路の真横には割と高さのある建物が並びますが、遠くでは一戸建ても目立ちます。右奥では地面が高くなっているのも見え、この光景ができた理由がよくわかります。今では建物も増えたものの、線路の横には小高い山が残っています。ここは公園になっており、両線の列車を見下ろすこともできます。ブルーラインの上下線の間に線路が1本現れます。非常時の折り返し運転や故障した車両を留め置くために作られたもので、始発列車を運行することも見込んでいました。同じものはグリーンラインにもあります。センター北を始発とする列車がないブルーラインに対し、グリーンラインには平日朝6時台に1本だけ当駅始発の日吉行きがあります。かつてブルーラインには横浜方面からの終着列車がありましたが、2004年のダイヤ改正で廃止されました。センター北駅の構造はセンター南駅と一見似ていますが、何が違うのでしょうか。ホームの前寄りに進みます。改札階がホーム階の上にある構造や、両線の間に地上へ降りる階段エスカレーターがある構造はセンター南駅と同じです。ただし、奥がどんどん暗くなっていくのにお気づきでしょうか。センター南では、隣の建物との間に道路があったのに対し、こちらは建物が密接しており、光がほとんど差しません。ホーム終端の様子がこちらです。一旦トンネルを抜け、それから駅に入っていたセンター南とは異なり、線路が直接トンネルに突っ込んでいきます。これもまた、ホームの端が暗い要因です。ここで折り返し、改札階に上がります。グリーンラインのホームは、先ほどと同じく連絡通路でつながっています。ただし、通路の上の窓は、こちらは断面が半円形になっており、先ほどは三角形だったのとは違います。改札内のレイアウトは、向きの違いなどはありつつ、両駅とも基本的に同じです。なお、センター北だけは駅長が配置され、当駅とグリーンラインの中山駅方面の4駅を管理しています。一方センター南駅は、あざみ野駅が管理しています。改札の外に出ます。出口の手前に階段があるところもそっくりです。駅を出て正面では、賑やかなイベントが行われています。観覧車のあったショッピングモール、モザイクモール港北は駅の副名称にもなっており、アナウンスでも読み上げられます。センター南駅には、副名称はありません。また、センター北駅だけは、関東の駅100選にも選定されています。選定された理由は、地下1、2階を吹き抜けにし、ガラス製の天窓から自然光を取り入れた、ショッピングモールのある駅。駅の構造はセンター南駅も同じなので、ショッピングモールの存在が決め手になったのでしょうか。ここ10年ほどの両駅の乗降客数の比較がこちら。年によって逆転するものの、センター南駅の方が幾分多いようです。そして、両駅最大と言っても良さそうな気がする相違点が、出口の手前、地上に降りる階段と、その先にあります。階段の左横には、謎の壁画が。丸太と油田の採掘施設、日本の国旗。右側では女性が楽器を弾いており、旗のようなものもあります。そして階段を降りた右奥には、さらに大きな壁画があります。これらの壁画は、2008年に開かれた、第4回アフリカ開発会議がきっかけで設置されたものです。アフリカの開発をテーマに、各国首脳が集まるこの会議。当時市営地下鉄の40駅で、3カ国をそれぞれ紹介する取り組みが行われました。そのうちセンター北駅で紹介されたのが、アフリカ南部の国、アンゴラでした。これが縁で、アンゴラ人画家4人が5日間かけて描いた2枚の壁画が寄贈されたというわけです。
大きい方は幅18メートル、高さ2.5メートルあり、小さい方でも幅6メートル、高さ1.75メートルという、かなりのサイズです。小さい方には、アンゴラの国旗が描かれています。丸太や油田の施設は、日本の援助との関係でしょうか。遠目には気づきにくいですが、実際の民族衣装の素材も使われているなど、かなり力が入っています。ちなみにこの制作費は、渡航費から作業費から道具代まで、すべてアンゴラ大使館持ちだそうです。これ以降、2枚の壁画は両国の友好のシンボルとなりました。14年には友好交流イベントが開催されるなど、その後も様々な形で交流が続いています。ご視聴ありがとうございました。